皆さんこんにちは。翔平クッキング TV へようこそ。突然ですが、皆さんは鬼滅の刃ご存知ですか？作品を見たことはなくても名前は聞いたことあるよって人多いんじゃないでしょうか。僕は結構この作品が好きで、単行本もアニメも全部見ましたし、すごい面白かったです。先日までアニメで柱稽古編という物語のラスト少し手前くらいですかね、主人公たちが修行して強くなろうみたいなパートも無事最終回を迎えまして、なんとその最後に鬼滅の刃を締めくくるおそらく最後の映画、無限城編の映画化が発表されました。僕もそうですし、ファンたちは今テンション上がってるのではないでしょうか。ただ鬼滅の刃最初の放送から今日まで5年ぐらいかかってて、作画がめっちゃいいっていうのは分かってるけど、さすがに長すぎるなって思いましたね。それはさておき、映画すごい楽しみです。作中に縁柱煉獄杏寿郎ってキャラがいるんですけど、その人がかっこいい。僕鬼滅では一番好きですね。その人がメインで描かれた鬼滅の刃無限列車編っていうのがありまして、その無限列車っていう汽車に向かうまでの煉獄さんに着目したものがアニメオリジナルで放送されてました。そのアニメの冒頭で煉獄さんが蕎麦屋さんで蕎麦を食べていて、それが素朴な感じだけどすごく美味しそうに描かれてたんですよ。温かいお蕎麦に大根おろしがたっぷり乗っかって、横にネギが少し添えられていて、というわけでお待たせしました。今日の料理は縁柱煉獄杏寿郎が食べた大根おろしそばとかき揚げ。これを当時の歴史的背景みたいなものを踏まえながら、できる限り原作に忠実に作っていきたいと思います。目指せ完全再現。それでは材料たちに登場してもらいましょう。はい、まずそばの材料になります。木そば、大根、長ネギ、そしてこちらがそばの出汁となる材料、水、昆布、鰹節、醤油、塩になります。昆布は事前に2時間ぐらい水に浸して出汁を取ってます。お次がこちらかき揚げの材料です。玉ねぎ、人参、長ネギ、さつまいも、乾燥させた小エビ、調味料が小麦、冷水、塩、たったこれだけです。当時の質素な大衆そば屋では冷蔵庫もなく生の魚介を扱うのは厳しい状況だったらしいんですよ。なので映像を見て、おそらくこの食材たち使ってるんじゃないかなと思って野菜かき揚げですね。では紹介した食材たちで煉獄さんが食べた大根おろしそばとかき揚げ再現できるように作っていきましょう。はい、それではまず出汁を引いていきます。昆布と鰹節の合わせ出汁です。なぜこの出汁にしたかというと、作中にヒントはなかったのですが、大正時代は昆布と鰹で取る合わせ出汁が主流だったようなので、これでいこうと思います。アニメで見た感じ、つゆもしっかり色がついていたので、最後に醤油と塩で味を整えて作っていきます。1時間ほど水に浸した昆布を冷水の状態から火にかけます。沸騰直前になったら取り出します。はい、こちら沸騰直前まで来たので火を止めて取り出していきたいと思います。これ昆布なんで沸騰直前に取り出すかっていうと、あまりグラグラと沸かし続けると昆布の粘り気やえぐみが外に出てしまうからです。スープに出てしまいますから、沸騰はさせないようにしましょう。はい、取り出せました。取り出した昆布の出汁の中に鰹節入れていきます。鰹節を入れたら弱火で 2,3 分コト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 と温めます。はい、こちら弱火で 2,3 分煮ました。そうしたら火を止めてラップをして10分ほど蒸らして完成です。ではまた。ではこちら10分ほど蒸らしたので紙でこしていこうと思います。こちらざるとボウルにリードペーパー引いてありますね。ここでサバーっと
もうお蕎麦で食べれるように醤油とお塩で味付けていこうと思います。お醤油、お塩、これぐらいで一回味見ましょう。いい色ですね。ちょっと味見してきます。味もすごい良さそうだったので、これで完成です。では次はお蕎麦を茹でていきます。はい、では蕎麦茹でていきます。今回完全再現したいということで、煉獄さんが生きていた大正時代のお蕎麦、いろいろ調べたんですけど、アニメを見るとのれんに木蕎麦って書いてあるんですよ。木蕎麦っていうのは蕎麦粉が 100% で作った蕎麦のこと。十割蕎麦とか十割蕎麦とか呼ばれるんですね。ただそれは江戸時代前期ぐらいまでで、それ以降は蕎麦粉が2割の蕎麦でも木蕎麦と呼ばれたりします。時代が進むにつれ、蕎麦粉のパーセンテージ云々ではなくて、打った蕎麦をそのまま使ってますよっていう意味で生蕎麦って歌ってるお店もあるみたいです。はい、ではこちら茹で上がりました。アニメではこれを冷水で冷まして置いといて、注文のたんびにお湯で再度温めて提供するっていうスタイルだったので、今回もそれに倣って氷水で冷やしていきたいと思います。しっかりと中まで冷やします。では次はかき揚げの材料を切っていきます。玉ねぎ、薄すぎても厚すぎても美味しくないと思うので、だいたい5ミリ厚ぐらいですかね。これぐらいの厚さです。次は長ネギです。長ネギは斜めにスライスしていきます。で、今日は長ネギ緑色のところも使うんですけど、それは作中のかき揚げに緑色のものが入っていて、それはネギの青い部分なんじゃないかなと思ってそうしました。はい、こんな感じ。次は人参です。これはマッチ棒ぐらいの太さに切っていきます。こんな感じ。最後はさつまいもです。角切り。
こんな感じでは、そばにトッピングするネギ切っていきます。これぐらいで足りるでしょう。大根おろしそばなので、大根です。周りのこのちょっと白っぽくなってるところはあるんですけど、ここは辛いしえぐみがあるから気になる人は使わないです。なのでこうやって少し多めに剥いてあげてもいいと思います。はい、剥けました。おろしていきます。ある程度水気を切ってしまっておきます。よく言う硬さは人の耳たぶぐらいっていうんですね。はい、こんな感じでいいと思います。はい、では次はかき揚げ作っていきます。まずはこのかき揚げの具材をまとめるための衣を作っていきます。材料紹介の時の小麦粉に冷水加えます。このポイントはまず混ぜすぎないこと。ダマが残ってもいいのでざっくり混ぜる。天ぷらも同じですね。こんな感じでお箸でざっくり混ぜる。泡立て器でガシャガシャガシャって混ぜちゃうとグルテンが出ちゃって舌触りが悪くなってしまうので、軽く混ぜるとサクッとした歯ごたえのかき揚げができます。こんな感じで大丈夫です。ではこちらのかき揚げの材料に桜エビ入れます。小麦粉を入れます。でここで軽く混ぜ合わせます。これをすることによってさっきの衣がよく絡んでしっかり固まります。こんな感じですね。こちらに先ほどの衣を入れていきます。しっかりと混ぜ合わせる。全体に衣が混ざれば OK です。これで揚げていきます。では揚げていきます。こうやってお箸で刺すことで中に空気を入れてふんわりサクッと仕上げるようになります。はい、揚げ上がりました。では全て揃ったので最後の仕上げです。茹で置きしておいた麺を再度お湯に通して温めます。
バッチリ。かき揚げと大根おろしそば。はい、完成しました。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。大根おろしがさっぱりしていて、すごいつゆとあって美味しいですね。かき揚げもいただきます。見てください、カリカリです。かき揚げも結構歯ごたえあるけどサクッと軽くて、さつまいもの甘みとエビの風味がほのかにして美味しいですね。はい、というわけで作り終わりました。煉獄杏寿郎が食べた大根おろしそばと野菜かき揚げですね。自分なりに再現度高くうまくできたんじゃないかなと思って満足してます。自分で大正時代のこととか調べたんですけど、当時はそば粉の割合が何対何だと木そばって言うんだとか、おそばの出汁主流は鰹節と昆布だったんだとか、そういう知らないことも知ることができたので、すごい勉強になったし楽しかったです。また今後も自分の知らない昔の料理ですとか、あとアニメの料理とか挑戦していけたらと思うので、またみんな見てください。今日はありがとうございました。またね。